おはようございます。ランチャンネルです。こちらのチャンネルでは音響照明、映像機材などを取り上げています。興味のある方はぜひチャンネル登録や高評価などもよろしくお願いします。さて今回はですね、こちら GoPro のこのバッテリーについてのお話です。今持ってる GoPro っていうのはですね、GoPro Hero 9なんですけども、こちら2年ぐらい前に購入したものになるんですけども、多分このモデルから、こちらの通常の裏側のモニターと、あとフロント側にもモニターがついて、自撮りの撮影とかがしやすくなったよというふうなモデルになるんですけども、こちらをですね GoPro の公式サイトでサブスクに加入と同時に購入したんですけれども、その時にバッテリーはもちろん1個ついてて、あと追加でもう2つですねバッテリーを一緒に買いました。このバッテリーなんですけども、去年の夏ぐらいかな、それぐらいからちょっと見ていただいたら分かるかと思うんですけども、こんな感じでちょっと膨らんでるのが分かるでしょうか。ここの部分とかこの部分もですね、ここが若干膨らんでたり、もう一つの部分も膨らんでて、ここちょっとシールの部分がもう剥げかけちゃってるんですけども、同じ時期に買ったバッテリーが3つともですねなんか膨らんできて、ちょっと怖いなと思い始めて、そしたらですね今度これを入れる時にもうこの膨らみでなかなか入らないっていうのと、抜くのが結構大変だったりしてて、さすがにですねちょっともうこれあまりにも膨らんでるのでちょっと怖いなと思って、今回はですねこちらのバッテリーを買ってみました。見た目はこんな感じで、裏側もこんな感じですね。大きさは、もちろん互換性があるのでだいたい一緒ぐらいなんですけども、新しく買ったものは、丸くなってて、純正の方はこうちゃんとカクカクしてる感じにはなるんですけども、一応ですねちゃんとこんな感じでスポッと収まるようになってます。出し入れもこんな感じでスムーズにできるので、問題ないですね。GoPro バッテリー膨らむみたいな感じで調べてみると、結構そうやって膨らんでるっていう報告が、結構上がってたんですけども、それはその GoPro の、9のバッテリーだけじゃなくて5678のバッテリーだったりとか、あと GoPro Max のバッテリーだったりとか、そういうのも全般的にですね、純正のバッテリーなんですけども、1年とか2年経つとですねこんな感じで膨らんできてるという現象が結構起きてるみたいです。で GoPro のサブスクに入ってるので、公式のサイトでバッテリーを見ていたら、今2013年の1月24日なんですけれども、このタイプのバッテリーっていうのが今もう売られてないみたいで、新しく出たバージョンのエンデューロバッテリーっていうのが、2個パックで4080円、サブスクの価格で4080円で普通だと5100円みたいなんですけれども、っていうのが今売られてるみたいです。公式のサイトでエンデューロバッテリー2つと、あと送料が2000円、合わせて5468円で買おうと思ったんですけども、バッテリーはその空輸の関係でバッテリーだけで購入することがどうもできないみたいで、他の例えば本体の中に入っているとか、そういったのでは買えるみたいなんですけども、どうもバッテリーだけでは買えないということが分かったので、仕方なくですね、例えば Yahoo ショッピングとか Amazon とかで純正のバッテリーを探してたんですけれども、 Amazon では純正のバッテリーのエンデューロバッテリーというやつですね、これが1つ4180円、2つ買うと8000超えちゃうので、ちょっとどうしようかなと思っていろいろ探していたところ、Yahoo ショッピングで、送料とか合わせて3500円ぐらいで2つセットで買えたので、そちらの方をですね、買ってみました。
これ一応 Amazon の方でも今テレシンのバッテリー2個セットが売ってるんですけども、今これ見てみると2999円で売ってるので、日本で、純正のバッテリーを買うよりも、半分以下の値段で、買えてるので、安いので、こちらの方を買ってみました。で実はですねその前に、間違えて5678用のバッテリーを買っちゃったんですけども、これはもう全然サイズが違うので、このバッテリーは使えませんでした。残念。でですね、このバッテリー、到着したら、一回中に入れて使い切って、その後またですねフル充電をする、それをですね、3、4回繰り返してくださいというふうに書かれてあったので、GoPro、入れて、でずっとですね、録画か何かをして、ずっとバッテリーを使い切って、で今度はですね、こちら GoPro の純正のチャージャーにですねちゃんと、はまりますので、これでまたフル充電して、でまた、録画して、使い切るっていうのを、3、4回繰り返しました。そうすることによってですねバッテリーが自分のそのバッテリーの容量というのを覚えるらしくて、買った後はですね放電と充電を繰り返すっていう作業がちょっと必要になってきますけども、それをすればですね、しっかり純正と同じような感じで使うことができます。ちなみにこの純正のバッテリーですね、ここかな、ちょっとちっちゃいんですけど 1720 ミリアンペアアワーと書いてます。こちらのテレシンの分なんですけども、字が若干大きくてすごく助かるんですけど、1750ミリアンペアアワーと書いてます。若干ですけど、こっちの方が、ちょっとだけ容量が多いみたいですね。で実際にバッテリーを入れて電源を入れると、こんな感じで、普通に立ち上がって、しっかりバッテリー 100% というところで使えることができます。まだですねこれ使い始めて1ヶ月くらいしか経ってないんですけども、今後ですね、どれくらいちゃんと使い続けられるのかっていうのを、しばらく使ってみて検証していこうと思います。ちなみにですね、バッテリー、その GoPro のバッテリーって形は完全に一緒だし、いくつか持ってたりするので、どれを使ってどれがまだ使ってないのかっていうのが分からなくなるんでですね、こんな感じで青とか赤とかこういったシールをですね貼るようにしてます。前のバッテリーもそうだったんですけども、赤と青と黄色ということで、分かりやすく赤青黄色の順番で使うようにしていって、ちょっと覚えやすい順番で使うようにしてました。もっとバッテリーが増えると、あとは緑とか白とか、黒とかそういったシールもあるので、そういった感じで分かりやすい順番で、使っていくと、どれを使ってどれを使ってないのかっていうのが分かりやすくなるので、こういった方法は結構おすすめかなと思います。ちなみにこのテレシンというメーカーなんですけども、GoPro 用のアクセサリーとかそういったのを結構作ってるみたいなので、そちらの方もですね、ちょっと見てみると意外とこれいいなっていうのが結構あったりするので、よかったらですねちょっと見ていただければなと思います。ということで今回この GoPro のこのバッテリーについてですね少しお話をしてみました。純正バッテリーにこだわらず、ちょっとこういうサードパーティー製のバッテリーもですね、結構使えるのではないかなと思いますので、数をですね、揃えようと思ったらですね結構な金額になっちゃうので、こういったものも使ってみるといいかなと思います。ということで、ご質問とかご意見とかあったらですね、ぜひコメント欄にお寄せください。それでは、今回もご視聴ありがとうございました。